この車は久しぶりに自分のやりたいことをやり尽くした自信作です。VR32GTR エンジンルームには VR38 が鎮座。あまりにも自然にもともとあったかのごとく格納される。その正体は RB26 ではなく VR38 を組み込んだ 32GTR。 久々の極上スワップをこなしたスモーキー、その語りに耳を傾けよう。この VR32GTR、 この車を作り始めてもう1年近く、どういうところを苦労したかっていうと、全部です。何かをやるために何かを犠牲にしたくなかったんで、全てを生かすためにはっていうのが、一番大変だったのかな。3号の機能、パドルシフトが使えること、これ絶対条件。スモーキーの手元に注目。マジっすか。なんかシフトダウンしてるんですけど、ここいじってないですけど、ここいじってんですけどね。エンジンタービン的には800馬力までいけるかなって思ってるんですけど、そんなに出して大丈夫なんですか。RB だと800って結構いっぱいいっぱいですよ。いっぱいいっぱいですよね。多分大丈夫。本当はもっと行きたいんですけど、エンジンルームが狭いんでこれがいっぱいいっぱい。最初の取っかかりは 32GTR やっぱり好きだなっていう、 RB も好きだったんですけども、どうやったらもう一回楽しく乗れるかなっていう中で、今まで 35GTR をやってきた、便利なところ、ただ不利なところは車重が重いとかボディが大きすぎるとか、そういった部分で深さに VR 乗せたら簡単にパワーも出ちゃうし、 GR6 っていうミッションのマニュアルではないんだけど2ペダルで、感覚は全くマニュアルと同じっていう、これがいいなっていう、欲しいなっていうところから始まりました。とにかくもう4駆なんでエンジンの位置が決まってしまうんで、ギリギリまで後ろを下げて、そしたらラジエーター関係が全部35のこういうコアサポートが使える状況で、ラジエーターとかはそのまま入っちゃうんで、結構楽についちゃう。楽なんですか。この辺は楽。本当、そうは思えないけどね。スロットルとかボンネットに当たっちゃうんで、じゃあしょうがないからこう切っちゃおうって切った中で、35のスクープ、なるエアインほどね。テークのスクープがちょうど収まってしまうっていう。35の機能、パドルシフトが使えること、これ絶対条件で、次に ABS が使えたり、トラクションコントロールが使えたりで、35のメーターが全て動く。35はリモコンキーだから、リモコンで開け閉めしたいなってなって内装をやってる仲間がいて、その子になんとかなんないかなっていう中で、ドアにもリレーがいっぱいついて、内装全部 35GTR。簡単に言ってますけど、入るもんなんですか。35の方が少し長いんで、両サイド詰めて35のダッシュパネル
でセンターコンソールから後ろのスピーカーボードウーファーまで全部35が入ってリアも全部なんですか？後ろも全部です。結構切れば入っちゃったんであと仕上げは内装屋さんに任せてでドアの内張りはもう自分じゃできないんで。いやだってこれ3号ですよね、これね3号だよね。32の内張りに FRP で作ってそこに3号をくっつけて取っ手とか革の部分とかを移植して見た目は3号でこの辺は全部3号なんでですよね、見覚えがあるもん。見覚えや本当はここにこのレーンがこのラインにそれはだから微妙なところを調整してあると。微妙な調整サイドも高さも長さも微調整しながら全てを3号が収まるようにやっちゃったね。面白いですよね。サスペンション周りはフロントは 32GTR でリアは全て 35GTR。ただリアのメンバー関係を3号にすると3号の方がボディが大きいんでブレーキがもうボディとつらつらまでいっちゃうんですね。そうするとホイールがない OZ さんが32に合うピッチのホイールを作ってくれてで当然ブレーキも3号でしょうっていうことになって3号のブレーキをインストール。これも結局ストリートのメインですね。基本そうですよね。ナンバーつけるんでもうすぐ。じゃあイギリス行きましょう。ここでひときわ注目を集めたのがトップシークレットの 32GTR。 これをただの32と思うことなかれ、なんと VR38 を搭載し中身はごっそり 35GTR を移植したセーターマシンなのだ。ミッションや内装インパネルにもまるで純正のような仕上がり。2017年の東京オートサロン最優秀賞マシンが初めてつくばへ降り立つ。初つくばすけど、無事に完走することを。55秒出すのであるかはバックストレッチで300キロ目指した方が。もちろん300キロ出るまでブレーキ踏まないもんと鼻息荒いやつだが貴重なマシンだけに走りは至って冷静。つくば初アタックの記録は59秒914となった。スモーキーの膝おっこが富士初アタック。去年のオートサロンで飾らせてもらったこの VR32GTR エンジンは基本的にノーマル。ただコンロットだけが少し弱いんでコンロットだけ強化品に変えてでタービンは700馬力プラスアルファの仕様でだいたい720馬力ぐらい。この間つくばを走らせて1分切りうまく成功できた。で今回富士も楽しみなんで面白いタイムが出る車になったと思います。ドライバーはつくばでもアタックを担当したヤス。これがねすんごい乗りやすい。で今日はね最高速なんと300キロ、ちょうどぐらいかな出て32と35のいいとこ取りというか、35のパワーユニットで32の軽さがある。だからブレーキは効くし、コーナリングスピード速いしこう35のどっこいしょっていうのがなくてコーナリングスピードが非常に速い。パワーも、ものすごい出てるっていうわけじゃないんですけどもやっぱりトータルバランスが取れていて後ろに大きいミッションが乗ってるんですけどもその分ボディ剛性を上げたりしてそのボディがよれたりすることもなくレベルの高さっていうのを今日まじまじ感じましたね。その言葉通り関西サービスのブーストアップ後を上回る好記録1分46秒711。